これはスティーブとブライアン、日本の子供たちの時の思い出、または見方でちょっといろいろ話したい。今日はブライアンのところにいます。こんにちは。よろしくお願いします。私から話を進めましょうか。私のお父さんは第二戦争の時、長崎に入りました。長崎の見て、あれだけの人たちが死んで苦しんでた姿を見て、神様が私のお父さんの心に働きかけて、お父さんが、祈りの中で、神様がこの日本に戻りなさいということをお父さんが感じて、ただ今度は鉄砲を持ってくるんじゃなくて、聖書を持って日本に戻るという決心をしたんです。これは非常に難しい決心だったんです。私のお父さんはすごいスポーツマンで、フットボールのプロに入るチャンスもあったけども、もう決心したので、もう間違いなく日本に戻る準備をして、日本に40何年間伝道しました。そこで教会を5つ教会、ただ全部小さい教会ね。アメリカと違って10人やら20人やらそういう教会。もっと私たち子供たちがいたずらをしてたので、それがなかったらもっと大きい教会ができたかもしれないけども、どうしてもね、宣教師だからって言って子供がいいクリスチャンだっていうのはまたこれ別問題で。それで私が非常にいろんなお父さん、お母さんの日本での働きの写真を持ってますけど、一番私の心を動かしたのは、ある日お父さんがキャンプ場で洗礼をやりました。そこでその一人のその時に洗礼された人は、戦争の時には結構潜水艦のなんて言ったら偉い人とにかく敵ですよ。お父さんの敵ね。お父さんもいろんな日本に行くまでにいろんな戦争日本の人と戦ったので、本当二人の敵だったんです。して、この私がさっき言った写真はお父さんがその敵に洗礼注ぐことが起きて、その写真がすごく私に心を動かしたんです。なぜと言ったら、平和、みんな平和っていう言葉をよく使いますね。Peace, we want peace. けども、その日、その人と私のお父さんが兄弟になった。Brothers、キリストを通じて兄弟になって、その二人の間に本当の平和が入ってきたんですね。その二人の心に。だから私はそういう宣教師の仕事は大変な、大事な仕事。政治的仕事もいろいろありますけども、クリスチャンに敵とクリスチャンになって二人とも兄弟になったら
これほど素晴らしいことはないと私は思います。ぜひその写真を見てください。